はい、ではここからアフレコでやっていきますね。はい、今回はですね、ちょっと無性に角煮が食べたくなってですね、で角煮が乗った丼がもしあったらいいなと思いながらネットサーフィンをしていたら、ここのトンポー飯っていうこのご飯が出てきたんで、ちょっと行ってみました。で場所は、地下鉄5木曽駅からもうほんと徒歩1分ぐらいのところにある、もう本当に何の変哲もないよくある中華料理屋といったお店です。で入店すると中国人っぽい店員が席案内してくれます。こういう店って席に座るとすぐ水を最初からピッチャーで持ってきてくれるんで、食事の時に僕めっちゃ水飲むんで、僕としては本当に助かりますね。で今回もこのお店本当になんてことない中華料理屋なんで、もうお店について話すことはちょっとあんまりないんで、トンポーローが、ご飯の上に乗ってるんですけど、このトンポーローの歴史とかをねちょっと調べてみました。で改めて今回これ注文したのが、トンポー飯ってやつで、その名の通りご飯の上にトンポーローが乗っただけの料理なんですけど、トンポーローについてちょっと僕もあんまり詳しくなかったんでちょっと調べてみたところ、まずこのトンポーローは、見ての通り豚肉を調理した中華料理で、西暦で言うと1000年ぐらいに、今2000年代なんで、1000年前ぐらいに宋っていう中国の昔の呼び名ですよね。宋の詩人の祖食っていう人が考案した料理らしいです。そう、実はめちゃくちゃ歴史のある料理で、この料理の名前はその祖食の呼び名がなんか宋トンポーっていう名前だったらしくて、その宋トンポーのトンポーに由来してるらしいです。ちょっと歴史系 YouTuber みたいになってますけど、ちょっと続けさせてください。でこのトンポーローの調理方法としては、まずこの皮付きの豚バラ肉を一度揚げるか茹でるかして余分な油を取ってから、醤油と酒と砂糖で煮込んだ料理らしいです。もうこの時点でうまそうですよね。もうよだれが出てきそうになるんですけど、実際めちゃくちゃうまかったんですけど、で本場中国のこのトンポーロー発祥の地の広州ってところのトンポーローは結構砂糖が多めで、かなり甘めに味付けがされることが多いらしいです。だから今回僕が食べたトンポーローは結構甘辛っていう感じだったんで、結構日本人向けの味付けにされているっていうことですね。でちなみに日本でも長崎県の郷土料理の一つとしてトンポー煮であったり、沖縄では泡盛を使って調理したラフテーっていうものがあったりと、トンポーローがアレンジされてできた郷土料理っていうのも日本にたくさんあるらしいです。でまたそもそも日本料理である豚の角煮の起源とも言われているらしくて、時にはその豚の角煮と同一の料理とみなされることもあるらしいんで、今回僕角煮を食べたくてこのお店に来たんで、それに関しては正解だったようですね。もう明治時代にはこのトンポーローのレシピっていうのがもう日本に伝わっていたようなので、もう本当に歴史が深い料理らしいです。で実際食べてみた感想としては、もう甘辛くてご飯がめちゃくちゃ進みますね。そんでこの角煮がもう適度な噛み応えで、もう味が染み出してきてめちゃくちゃうまいんですよ。でやっぱさすがだなと思ったのは、この野菜で傘を稼ぐことなくこの肉がゴロゴロたくさん入ってるのがやっぱ嬉しいですよね。そんでこの鷹の爪が結構入ってるんで、意外とまあまあ辛いですよ。辛うまって言いましたけど、辛うまっていうかもううま辛うまって感じですね。ちょっと何言ってるか分かんなくなってきましたけど、個人的にはこの辛いのが好きなんで最高でしたね。はい、もう思ってた10倍ぐらい美味しかったです。中華料理の中で一番好きになったかもしれんな。もうそれぐらい肉の甘辛さと辛さもあって、もうベリーグッドです。やっぱ中華料理屋って基本なんか量が多くて、野菜もいっぱい取れるんで、結構いいですよね。なんか中国の文化として客が残すくらいたくさん食べ物を出すのがなんか礼儀みたいな文化があるらしいんで、デフォルトで量が多いんでしょうね。それでコスパ最高で学生には嬉しい限りです。僕中華料理は結構行くんですけど、この今回食べたトンポー飯っていうのをなんかご飯物として扱ってる店って初めてだったんで、どうなんですかね。そういう店って多いんですかね。あんま僕は見たことなかったんで、見たことある人いたらちょっとあれなんですけど、結構衝撃を受けましたね。かなり僕はこの甘辛い豚の角煮丼、このトンポー飯かなり美味しかったんで、気になった方は中華料理屋で見かけた時とか注文してみてはいかがでしょうか。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。これからもこのような僕が美味しいと思ったお店のですね、なるべく有益な情報を、小ネタを挟みながらお届けできればなと思います。もしこのお店美味しそうだなとか行ってみたいなと思っていただけた方は、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。